40数万円かける10名ぐらいの売り上げしか上がんないんじゃないですか。どうやってやっていくんですか。最終的に3年で1億は売り上げを超えるといいなと思っているので、そうなると大体250人とかになるんですけれども、育児療法士2万7千人来たらパンクしますよね。そのサービスをやっている会社なのに SNS は今やってないんですかね。自社のそのサービスを認知させていくためのコンテンツマーケティングとしては捉えておらずでした。そういうことを謳っていく会社が SNS 強くないと説得力がないっていうことです。セルフプロデュースってめちゃくちゃ難しいじゃないですか。やっぱ自分の見せたい自分と見られてる自分ってかなり違うんで、我々がどう集客の段階で差別化できるかとかがちょっとイメージは湧いてはいないんですけれども、学園祭で結構収益目的の外部が入ってくるなかなか OK 出す学校ってない気がしますね。50万円前後になるかなっていうのを思ってます。少し私はこう疑問、そうですね、ごめんなさい、さっきなのでちょっと我々 JBG 音楽院と申しまして、プロレベルの楽曲制作スキル、人気アーティストのYOASOBIさんっていらっしゃると思うんですけど、プレゼンターに対しオフィサーと呼ばれる企業担当者が取引額を提示しオファーを行う。収録時間内に実際のビジネスを成立させられるかどうかを見極める真剣勝負のドキュメンタリー番組である。それにおけるその綾瀬さん側、音楽のプロデューサー的なスキルですね、作詞作曲だったりとか DTM 打ち込みと呼ばれるパソコンで音楽を作れてしまうような、楽器がなくてもようなスキルとか、レコーディングとかミックスとか、そういう音楽をプロデュースする過程でいろいろなスキルが必要になってくるんですけれども、それらを一つのスクールで全て完結して学べる、結構ハイエンド向け、プロを目指すような人でも通うようなレベルのカリキュラムを提供しているようなスクールになります。この授業に加えて今からやっていこうとしているのが、先ほどのYOASOBIさんの例でいくと、iKURAさん、歌い手の方ですねのスキルプラス綾瀬さんのスキルを一部兼ね備えた、歌いながらもセルフプロデュースして SNS 上でバズれるようなスキルを養うようなスクールをこれからやっていきたいなと思っております。対象顧客としてはですね、ズバリ歌がうまいと言われるような方々でございます。目安としてはカラオケ90点以上だったりとか、周囲から歌がうまいねっていうカラオケでよく言われるような方々なんですけれども、そういった方々って実は自分自身も結構ペルソナなんですけれども、歌をいろいろな人に聴いてもらいたくてしょうがないっていう承認欲求が実はありまして、それを実際に行動に移されているのが SNS 上で歌ってみたみたいな動画を投稿されている方いらっしゃると思うんですけども、そういう顕在層と言われる方々、ただそういう投稿はしていないものの、本当はやりたい、でも実力に自信がないからとか、配信に至るまでのプロセスにイメージが湧かないみたいな理由で一歩踏み出せてないような方々を潜在層と呼んでいて、今回はどちらも対象にするようなサービスを展開していきたいなと思っております。バズるというと俗物的というかいやらしさもあるかもしれないんですけれども、やっぱり歌を聴いてもらいたいっていう純粋な欲求が誰にも新聞にあるのでですね、そこを満たしていくようなスクールになっております。サービス内容としては主に実力を伸ばす方と発信力を伸ばす方の2つを考えておりまして、実力はカリキュラム化していて、かつ技術だけではなくて、そのバズるためにアーティスト性とか個性とかいうものを育むようなものも検討しておりまして、そこに加えて発信力は、実際に歌がうまいといってもそれをどうSNS 上で届けるのかっていった時に、レコーディングとかミックスと呼ばれる音の修正のスキルとか、 SNS 上でやっぱりバズるためのコンテンツマーケティングのスキルみたいなものも含めて全てセットにして一つのボイトレスクールを超えた、存在としてカリキュラムを提供しようとしていますと。でこれは通常のボイトレスクールだったりとか、あとは最近結構台頭してきているのがオーディション系のサービスで、歌う上手い人集まれていってオーディションを受けていただいて、合格した方にそういうお金いただいていろいろ支援するみたいな、そういったところが競合になってくるんですけども、そこに対しても優位性を保てるかなと思っております。で対象としている市場はカラオケ人口を総市場としたときに、その中でカラオケに頻繁に行く、好きである、かつカラオケ90点以上を取った人が11万人ほど国内におりまして、対面の授業になるので現実的に関東圏内に絞られることになるので、最終的な対象市場は 2.7 万人、市場規模にして100から300億ぐらいのスモールビジネスぐらいの規模になるかなと思っております。今カリキュラムを組んだりとかしている最中で、これから集客を始めていくようなタイミングではあるんですけれども、一番今プランニングで困っているのが認知度拡大のための施策ですね。潜在的なニーズに応える要素も大きくなってくるので、検索広告とか特定の顕在化したそのキーワードに対して広告を打つとか、そういった広告の打ち方っていうのが結構難しいかなと思っているので、ボイトレスクールさんとかでもインフルエンサーさん
がいらっしゃって、その方を介して結構認知度拡大をしていたりとか、あと先ほど申し上げたオーディション系のサービスは実は著名なシンガーがオーディションの審査員をやってるみたいなところで認知度拡大もできているので、我々もなかなか初期の段階で予算もない中でどうやって認知度拡大をしていくか、そこが今最大の課題になっています。認知度拡大系の予算は広告の効率性みたいなのをなかなかちょっと度外視して最初は予算を突っ込まなければいけない側面が出てくるかなと思うんですけれども、それだけのその資金的体力も、今初期の段階なので3桁万ちょっといったらいいかなぐらいの予算感だったりはするので、そのあたりがどうそのスモールにただ認知の拡大をターゲットに対してしていけるかというところが目下の課題だと捉えております。セルフプロデュース型でコンテンツマーケティングスキルとかもサービスというか中に入ってると思うんですけど、そのサービスをやっている会社なのに SNS は今やってないんですかね。実際コンテンツマーケティング SNS マーケティングやってはいるんですけれども、プロフェッショナルなレベルではないですと。で今回は私がそのデジタルマーケティング系の会社に一応いたので、そこのつてでコンテンツマーケティングを教えられる人を講師としてレッスンの中に呼ぶことはできるんですけれども、自社のそのサービスを認知させていくためのコンテンツマーケティングとしては捉えておらずでした。そういうことを謳っていく会社が SNS 強くないと説得力がないっていうところ。今後やられていく予定はあったりするんですか。いくらかそのマーケティング系集客系の予算を積んでいく中で、一部はその自社のコンテンツマーケティングに積んでいかないといけないなとは思ってはおります。なのでその心の中の準備みたいなのはあるんですけれども、それの場合もどういった企業さんと連携していけばいいかなとか、どんなプランだったら認知度が拡大していって競合との差別化が図れるかみたいなところをちょっと今考えぐねているようなところでございます。根本的な質問をしていいですか。これは御社はどこかに場所を構えて運営をされてるんですか。おっしゃる通りです。どちらの方に構えられてるんですか。池尻大橋の方に今教室がございまして、ワンフロアしかなかったりはするので、これから拡大していくとなると、場所を都度借りることは必要になるんですよ。では基本的には今は池尻大橋に通うことができる生徒さんを募集していると。現状の生徒数っていうのはどれぐらいになるんですか。今回打ち出したボイストレーニングの方はやっていないので、楽曲制作スキルの方なんですけれども、今年の着地で20名ぐらいというところですかね。でそれに対して講師の方々が何名ぐらい。楽曲制作スキルの方は3名で回していて、でボイストレーニングの方で今回初期の講師の方としていらっしゃるのが2名。5名で学校の講師としての運営をしていると。ただ常勤というような形ではなくて、業務委託のような形でレッスンがあるごとに変動費としてかかっている。生徒さんとしては1日科目数というと何授業ぐらいあるんですか。1授業60分90分で1日何コマぐらいの授業をどのようなカリキュラムでどれぐらいの期間でやられているというような形なんですか。コアとなるものと、あとそこにやりたければつけられるオプションみたいなものをつけようとは考えているんですけれども、コアなもので、1年間のコースになっておりまして、でその内訳としては歌の技術とかアーティスト性個性を学ぶところが、大体6割7割で残3割は先ほど申し上げたその歌を SNS 上で配信するって時にその録音のスキルとか音響すごい下手だと崩れちゃって悪い品質になっちゃう、そういうレコーディングのスキルと、あとコンテンツマーケティングのスキルみたいなところで残3割ぐらいを占めていて、1コマあたり 2.5 時間ほど、週1回を想定しているんですけども、1回に結構詰め込んで。じゃあ週1回 2.5 時間、土曜日に 2.5 時間を1年ぐらい繰り返すみたいな感じなの。御社でどこからどこまでをサポートするのかっていうのが聞きたくて、バズりたくはあると思うんですけど、バズるのがゴールなわけじゃないじゃないですか。御社の方で大手さんとのコネクションがあって、じゃあ SNS のフォロワーが1万人いきましたってなったらつなげてあげるとか、そういうとこまであったら分かりやすくていいのかなと思ったんですけど、どの辺までサポートしてあげれるのかなっていうのが。現時点では迷っている部分ではありまして、そこが結構拡大の上でネックになってくるようであれば、そういうアライアンスみたいなのも考えていかなければいけないかなと思うんですけれども、現段階では考えてなくてですね、オーディション系のサービスと先ほど申し上げたんですけれども、そういったところが結構そのタレント事務所さんみたいなところが母体となって、オーディション受かったらデビューさせてあげるよみたいなところを歌ってはいたりして、でそこがちょっとなかなかそれからデビューに至っている方がいなかったりもしていて、もしかしたらそのタレント事務所さんにその依存したそのバズり力みたいなところだけだとダメなんじゃないかなっていうのと、あとそこに至るまでに結構なやっぱり他の費用もかかっていったりはしうるので、我々が目指しているのは SNS っていうせっかくいい媒体があるので、自力で歌の技術もそうですし、自分をどうセルフプロデュースするかみたいな、どこかの事務所さんとかに依存せずにバズれるような力
みたいなところを、養うっていうのを一応コンセプトとして、逆に差別化として打ち出していきたいなと思ってるので、初期はそういうアライアンスは考えてる。バズって、どっかの会社に行くっていうよりは、自分で稼げる力を身につけるためにバズりたいよねっていうことですか？バズった結果、そのどこかのタレント事務所さんから声がかかってっていうのは今はかなりよくあるケースかなと思ってまして、結果としてそうなるのはいいかなと思うんですけれども、そこを最終ゴールに置いてしまうと、そこまでやっぱりタレント事務所能力を機能を持ってるわけじゃないので責任が取れないのはあるので、あくまでも自力で SNS でバズるまでというところを支援するというところです。まずマス向けの広告が難しいっていうことだったと思うんですけど、ってなった時に SNS 広告を巻くってなったら、ある程度ターゲットを絞らなきゃいけないじゃないですか。ってなった時にペルソナがカラオケで90点以上の方っていう形だったと思うんですけど、もうちょっと男性なのか女性なのかとか、年齢層とか職業どういうことをしてる人だとか、そういうのってターゲット定まってたりしますか？デモグラに関しては正直今時点では定めていないですね。まず顕在層の SNS ですでに歌ってみたを投稿しているような方々ももう本当にバラエティが若者の男性女性もいれば40とか50を超えられてからやられているような方々もいらっしゃいますし、ただインターネット上の広告によりそのターゲットにピンポイントでその広告を打てることにつなげるとしたら、そういう SNS で歌ってみた投稿とかを見ている方々じゃないかなと思うので、あなたもこうなれますよみたいな認知系の広告とかが打てるともしかしたらいいのかもなと思うんですけれども。今の、1時間あたりいくらみたいな価格設定されてると思うんですけど、そういうのって他社と比べて高いとか安いとかってあったりしますか？時間単価にすると6000円になるんですね。他のボイトレスクールさんとかってだいたい5000円から1万円ぐらいの幅なので、時間単価にするとうちはちょっと安いぐらいの方なんですけれども、でも他社さんは週1時間ぐらいしかやらないので、時間単価うちのがちょっと安かったとしても密度が濃いんですよね。年間に払う総額とかはうちが今43万ぐらいを想定してるんですけど、他社さんとか20万ぐらいだったりするので、だいたい倍ぐらいの価格帯になってきます。平均単価が40数万円と、どれぐらいの生徒さんの規模数を募集されようとしているんですか？都内の先ほどの対象とする市場自体が 2.7 万人、2万7千人を募集団と考えているんですけれども、池尻大橋2万7千人来たらパンクしますよね。そうなった場合レンタルスペースみたいなところで最初はつなぐしかないかなと思うんですけれども、池尻大橋自体ではどれぐらいの生徒数の授業が行われるんですか？同時刻にできる生徒の限界値っていうのは最大10名ぐらいですね。10名ぐらいで1年のカリキュラムだと40数万円かける10名ぐらいの売り上げしか上がらないんじゃないですか。どうやってやっていくんですか？集客はまず上限設けずにやっていこうと思っていますと。最終的に3年で1億は売り上げで超えるといいなと思っているので、そうなると大体数十250人とかになるんですけれども、なので人数が超えそうになってきたタイミングで賃貸を借りていくような形になるかなと思うんですけれども、そこで暫定的にちょっとこの集客の量に対してその場所が間に合わないって時には結構よくやるんですけど、レンタルスペース1時間高くても3000円ぐらいで借りれるようなところが都内に山ほどあるので、そういうところでやっていくような形を想定してます。カラオケの90点以上の経験者っていうのにしたのって、今スクールを運営されていて、そういう方々の要望が多いとかっていう理由とかってあったりするんですか？何らかの歌がうまいっていう時に、市場規模を算定する上で目安となる指標があった方がいいかなと思った時に、カラオケの点数であれば統計で出ているので90点以上が何%だっていうのが、ここを市場規模の目安にするかっていうようなぐらいではありますね。あと歌ってみた投稿とかをされてる方々もさすがにカラオケに1回も行ったことなくて歌の魅力に気づいてああいうことやられてるわけではないと思うので、カラオケに行ったことがあって、90点以上みたいなところはそこまで遠く離れた指標ではないかなとは思ってはいますけど。これ今授業料40万平均で40から100ぐらいってご提案書には書いてあったと思うんですが、皆さんどうやって支払いされてるんですか？既存の楽曲制作の今やっている方も70から150でもうちょっと高いんですけど、そっちは一括払いの方が結構多いですかね。それ以外の支払い方法っていうのは例えばどのような？月額の分割払い。それはどこかの他社ローンを使っておられるのか、自社のクレジットをされているのかっていう。サブスクペイさんっていう決済のサービスがありまして、毎回クレジットで引き落としを自動でしてくれるようなサービスを使ってやらせていただいてます。じゃあその部分うちがさせていただきましょうか。はい、オファーさせていただきます。僕からもオファーさせていただければと思うんですけ
ど、僕からすると提案させていただきたいのが X チャンネル TV の月1回の配信で、優勝者には例えば御社のサービスを無料で提供して、実際にその方が伸びてくれれば御社の実績にもなるわけじゃないですか。湧いてはいないんですけれども、著名人とかをやっぱり呼んでいたりもするので、集客のところは考えなきゃいけないなと思いつつ、一番やりやすいなと思ってはおりまして、成果報酬のキックバック型だと思うので、そうですね、ごめんなさい、さっきなのでちょっと